皆さん、田中角栄です。こんにちはな。日本が目指すのは平等加工陛下。このややこしい話を机の上じゃなくて生活の現場の目線でぐった切っていきますよ。覚悟して聞いてくださいよ。まず最初に言っとくが、平等とか公平とかいう言葉は偉い先生ほど難しく喋りたがるが、そんなに難しくしちゃいかんのです。平等というのはスタートの合図だけはみんな一緒に鳴らしましょうという話です。公平というのは田んぼのぬかるみを走るやつと舗装道路を走るやつがいるなら、そこを鳴らしてやる。靴ぐらいは揃えてやる。そういう話です。どっちが大事かって。私はね、平等は看板、公平は工事だと思ってるんです。すべての国民は法の下に平等と憲法に書いておけば紙の上で張りっぱですよ。しかし実際には都会のマンションに生まれた子供と豪雪地帯の限界集落に生まれた子供が同じスタートラインに立っているかといえば、そんなのは嘘です。私は新潟の貧乏な大工のせがれで高等小学校しか出ていません。だからきれい事はすぐにバレる。平等という言葉だけなべて実際には何も埋めていない穴ぼこだらけの道路をこれでみんな同じ道ですと言い張っているような政治には昔から腹が立っていたんです。今の日本の議論を見ていると、平等加工陛下とかさも哲学的な顔をしているけれどね、これはそんな洒落た話じゃない。この国は口先で平等と言ってごまかすのか、金と仕組みを動かして公平に近づける気があるのか、そこの覚悟の問題です。経済界も政治もさすがに気づき始めている。形式的な平等だけじゃ持たないと。所得や資産をちゃんと把握して必要な人に必要な給付をとか、保険制度の不公平を見直すとか、いろいろ言い出している。共産党も医療も教育も所得や性別で差をつけるなと言っている。どの党が正しいかというより、やっとみんな公平という言葉を口にし始めたかと、私は半分呆れながら見ていますよ。なぜか、公平を本気でやろうとすると、必ず痛みが出るからです。得していた人が少し損をする、今まで見えなかった格差を表に出さなきゃならない。だから政治家は、みんな平等ですという気持ちの良い言葉だけ言っていた方が楽なんです。反対も起きにくい。役所も仕事が増えない。選挙も波風が立たない。そういう意味で、平等は政治家にとって安上がりな正義です。公平は高くつく正義です。だからこそ、本気でやるかどうかで、その政治家の根性と器がわかるんです。私は、日本列島改造論で、地方に道路を通し、新幹線を走らせ、電話線を引き、インフラをばらまいたと言われる。ばらまきだ、金券だと、偉い先生方からボロクソに言われた。しかしね、東京だけ良くなって、地方が置き去りになるのを放っておいて、国民は平等ですと言えるのかと、田んぼの真ん中から出てきた私には、それが許せなかった。だから、私はこう考えていたんです。地方の人間が都会のものと同じスタートラインに立てるようにすることを、これが国家の義務だと。そのために道路を引き、工場を呼び、学校と病院を整えた。これが私なりの公平だったんです。もちろん限界もあったし、私自身も金にまつわる問題を起こした人間ですから、偉そうなことばかりも言えません。しかし少なくとも、平等ですと看板だけ掲げて、何もしない政治よりは、不公平を少しでも埋めるために汗をかく政治をやろうとはしてきたつもりです。今の日本を見ていると、学歴、親の所得、生まれた地域、正社員か、非正規か、男か、女か、それによってスタートラインが全然違う。それでもチャンスは平等ですというのは、もはやブラックジョークですよ。机の上の試験問題だけを見れば平等かもしれない。しかし、そこに座るまでに用意された机と椅子の質が違うんです。家庭教師がついている子もいれば、家に帰っても勉強どころじゃない子もいる。東京の真ん中で通学に片道30分の子もいれば、片道に時間行き道を歩く子もいる。それを全部ひっくるめて、あとは自己責任で頑張れというのが、平等という名の自己責任論です。これを続ければ、日本は確実にじわじわと弱っていきます。優秀な人間だけを選抜して、残りは放っておく。そんなやり方をして、国が長持ちした例は、歴史上あまりありません。国というのは、真ん中の層が分厚くて、そこそこ食えて、そこそこ希望がある。そういう国が一番強いんです。その真ん中を支えるのが公平の政治です。じゃあどうするか。すべて同じものを配れというのが平等なら、違う状況の人には違う形で支えるのが公平です。貧しい家庭の子には教育費を手厚くする。地方には都会と同じ医療や交通の水準に近づけるよう投資を増やす。女性が働きやすい環境を整え、非正規の人間にもある程度の安心を用意する。
こういうことをやると、必ず文句が出る。なぜあいつらだけ優遇するんだと。しかし、それを説明し、説得し、時には頭を下げて回るのが政治家の仕事です。みんなに同じ水をバケツで撒くのではなく、乾いているところに多く撒く。これが公平です。ただし、ここで勘違いしちゃいけないのは、公平をやると言って、何でもかんでも配りまくればいいわけじゃないということです。配り方を間違えれば、それは単なる人気取りのばらまきになる。私はよく、金権政治と言われたが、金を配るのが悪いんじゃない。何のために、どこに、どれだけ配るか、その筋道が通っているかどうかです。未来の成長につながるのか、働く人の意欲を潰さないか、そこを考えずに、単に表目当てで配るのは、ただの堕落です。今の日本で危ないのは、公平と言いながら、実は声の大きいところにだけ耳を傾けるという、悲願だ公平もどきが増えていることです。本当に声が出せない人、小さな自治体、勉強する暇もない親、そういう人たちにこそ、政治は目を向けるべきなんです。公平というのは数字をいじることじゃない。耳の届かないところに耳を持っていく、その手間を惜しまないことなんです。私は平等と公平の関係をこう考えます。公平でなければ誠の平等とは言えない。法律の条文に平等と書いてあるだけでは、現実の生活の平等は生まれない。実際の暮らしの格差を少しずつ埋めていく、公平な仕組みを積み重ねて、初めて、ああ、日本は本当に平等な国だと胸を張って言えるようになる。順番が逆なんです。神に平等って書いておしまいにするんじゃなくて、公平な政策を積み上げて、その結果として平等に近づく。だから私は日本が目指すべきなのは、平等という看板を守ることではなく、公平という工事を続けることだと申し上げたい。皆さんに一つきついことを言います。政治家が平等とだけ言ってる国民は舐められます。公平を求める国民は恐れられます。あなた方がちゃんと不公平を直せ、そのための痛みも議論しろと政治家に迫らなければ、この国はいつまでもきれいごとの平等でごまかされ続ける。私は生きていた頃、決断と実行とよく口にしました。平等から公平へというのは、まさに決断と実行の問題です。みんな同じと言い張るのをやめて、違うものは違う。その代わり、そこを埋める仕組みを作るという勇気を持てるかどうか。最後に、一つだけ、あえて乱暴なまとめ方をします。平等が好きな政治家は自分の手を汚したくない人です。公平をやる政治家は恨まれる覚悟で動く人です。私は同票されようと後者でありたいと思っていました。皆さんはどちらの政治を望みますか？次の選挙で誰に投票するか。その一票は平等か公平かをこの国に問いかける一票でもあるのです。今日はこのくらいにしておきます。またお会いしましょう。